皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治、石破総理の政策や政策以外のところで批判されている問題について取り上げようと思います。私は政治家がきちんと政治家としての仕事を果たしていれば、それ以外についてはある程度目をつぶることもできるのではないかと考えています。しかし、その肝心の政治家としての仕事ができていなければ、それは政治家としての能力不足だけではなく、私生活やその人の個人的な所作などについても批判されるのはちょっと仕方がない面があると思います。政治家が仕事をしていないのであれば、それだけではなくありとあらゆるところにも批判がやってくるのはちょっと避けられないような世の中の状況になりつつあります。まず最初に石破総理のここ最近の外交問題について取り上げておきましょう。大きな話としては、自民党総裁選の時から掲げた政策の一つとしてアジア版 NATO という構想を打ち上げました。しかしこれはそもそも日米同盟以外の軍事同盟をどこかの国と結ぶというのはかなり非現実的な話で、アジア版 NATO を目指すのであれば、そもそも論として憲法改正を前提としなければなりません。あまりにも問題があることから、総理就任後はこの構想についてはあまり口にはしなくなりました。しかし、彼自身が与党内の野党、非主流派であったという事情から大きな弱点を抱えていることがここ最近の外交でも問題視されています。例えばここ最近の外交案件としては APEC への出席と G20 への出席、この2つの案件がありました。石破総理大臣としては本格的な外交デビューということもあって非常に神経を使いながら第一歩を踏み出さなければならない外交だったわけですが、テレビやインターネットでは石破総理の態度が非常に問題があるとして多くの批判にさらされました。 APEC の会議に出席した際にスマートフォンを操作し自分の世界に閉じこもる石破総理の姿がこちらです。他の海外の首脳らは出席に慣れている人もそうでない人もいるわけですが、それぞれ政治指導者は非常に忙しいわけですから、一堂に会する機会というのはこういった国際会合の場でしかありません。ですから積極的に他の首脳との立ち話などを行っていました。その立ち話は決して何かを合意するようなわけではありませんが、各国の首脳が顔合わせをするという意味では非常に重要な場面です。石破総理が席に座ったままのため、各国の首脳は声をかける形で顔合わせをしました。この時に石破総理大臣が席に座った状態での握手をするために、これは失礼な態度ではないかという批判がありました。これに関しては元外交官の方の意見としては、このような国際会合の場での座ったままの握手というのはそれほど珍しいわけではなく、失礼に思われることはあまりないという話がされていました。しかし、批判されるべきはこのような座りっぱなしだったことこそが本当に批判されるべきポイントだと思います。日本はアメリカのように絶対的な軍事力や経済力があるわけではありません。基本的には世界各国との友好関係を土台として経済的な交流を図ることが自国の発展に欠かせません。そうした意味では日常的な会話を通じての友好関係の確認といったことはもっと積極的に行う必要があります。今回石破総理が会議の際に席に座りっぱなしだったというのは明らかに日本の友好外交の基礎をおろそかにしているという点で批判されるべきでしょう。その他、集合写真を撮影するときに自己渋滞に巻き込まれて間に合わなかった件などもスケジュール調整の甘さといったものが指摘されていました。また、石破総理大臣という非常に高い役職にある人間がコーディネーターが雇われていないのかというところも指摘されていました。APEC の次は G20 の会合へと参加したわけですが、この時、石破総理大臣のネクタイがひん曲がっているというのが映像として残っています。非常に初歩的なことではありますが、ちょっと秘書の人が、もしくはちょっと側近の人が、いや曲がってますよと一言言えば済むようなところも直されていないというのは、周りにどんな人材が集まっているのか、そして必要な人材が集められていないのではないかといったその背景情報などについても批判が行われるような事態になっています。こうした政策以外のところでの批判というのはもはや全くとどまるところを知らないといった状態になっていて、例えばご飯を食べる時の姿などについてもあまりにも見苦しいといった声が次々と上がっています。例えばこちらは YouTube チャンネルの高松7チャンネルでの食事風景。まずはテーブルに肘をつき、茶碗を持つ手は鍵爪を使い、そして箸の持ち方としてはかなりいびつなものとなっています。
そして箸を一本ずつ持っての魚をほぐす姿には家庭でのしつけがなっていないのではないかといった具合にして、もはや政策とは全く無関係のところで散々いじられている始末です。石破総理大臣が政治家としての仕事を非常によくやっていれば、このような個人的な話についてはほとんど取り上げられることはなかったでしょう。しかし、このような話ばかりがどんどんと出てくる背景としては、やはり政治家としての本分を果たしていないところから、それ以外のところにも次から次と批判が湧き上がるというような状態になっています。そして本人の行動にしても、本人の行動を直さないその周りの人たちにしても、彼がその周辺に良い人物を集められていないことの証明だとして使われています。結局のところ彼自身は与党内野党として政権批判をするそのアンチっぷりが人々の不満の受け皿になっていただけで、彼自身が良い政治家であるといった話をないことに問題がまとまるわけです。この問題はおそらく今後も問題であり続けることでしょう。さて、それでは今の政治家としての仕事について話を戻して批判を行っていきましょう。本来であればこここそが最も批判されるべきポイントです。石破政権発足後初めての本格的な総合経済対策が閣議決定されました。103万円の壁対策も明記。補正予算案 13.9 兆円。物価高対策などを盛り込んだ総合経済対策を閣議決定。財源の裏付けとなる2024年度補正予算案の一般会計の支出は 13.9 兆円程度で、昨年度の経済対策を上回る規模となる。経済対策は民間支出を含めた事業規模が39兆円程度となる。政府が23年度に策定した経済対策は補正予算の一般会計支出が 13.1 兆円、事業規模が 37.4 兆円だった。経済対策の柱は1、日本経済・地方経済の成長。2、物価高の克服。3、国民の安心安全の確保で、物価高対策では防寒対応が必要な1月から3月の電気・ガス代補助を盛り込んだ。物価高の影響を受けやすい低所得者への支援として、住民税非課税世帯を対象に3万円を目安に給付金の支給も行う。子育て世帯の場合は、さらに子供1人当たり2万円を加算する。賃上げ環境の整備に向けては、賃上げに取り組む中小企業の設備投資を支援する。また、年収103万円を超えると所得税が課される103万円の壁の見直しに関しては、年末に行われる25年度税制改正の議論で取り上げ、課税枠を引き上げる方針を明記する。今回の経済対策の一番わかりやすいツッコミポイントは、103万円の壁を178万円まで引き上げてはどうかという国民民主党の主張に対して、財務省はこれでは 7.6 兆円の税収が減るんだからこんな案は受け入れられないといったような反対姿勢を示しています。さらに税収が減るその中身としては、地方の税収減にもつながることから、それぞれ地方の首長たちが税収が減るんであれば住民サービスを真っ先に切るし、子供たちへの教育関連のお金も真っ先に切るぞといった具合にして、税収が減るのは許せないというような話で反対を行っています。そこにあるのは財源の補填がないといったことを前提として税収減を真っ向から批判するものです。ところが今回の経済対策では 13.9 兆円ものお金を出しますということで、103万円の壁を動かして 7.6 兆円の税収減することに対する手当をしない前提の話で批判していた政府が、全く財源の当てもなく 13.9 兆円出すことに何ら批判の声もなくこれを通すというこの矛盾といったものが、私は非常におかしな点だと思います。13.9 兆円を用意するには基本的には国債発行などを元にして考えるでしょうが、それだったらお金があるということの証明であると私は思っています。さて、次に批判されているポイントは、住民税非課税世帯へ3万円給付という点です。住民税非課税世帯だということもあって、きっと生活に苦しい人たちに対する給付なんだろうなというふうに受け止める方もおられるでしょう。しかし、ここにはイメージと実態の差というものが存在します。このニュースへの批判としては、不平等なばらまき政策ではないかといった点があります。さて、そこで一つ話題となっていたのが、資産運用の世界で有名な人であるマサニーのこんな一言。X で資産48億円ニートの Y にまた給付金でいいのと、この非課税世帯への給付金についてのつぶやきを行っています。48億円の資産家が
なぜ給付金の対象になるかといえば、それは資産については考慮しないからです。例えば、非常に大きな金融資産を持っている人が何年かに1回だけ現金を作るために金融資産を現金化します。その時には、翌年には税金を払うわけですが、その後収入がない状態になります。積み上がった現金を元にして生活すれば、特に収入を新たに作る必要がないからです。そのようなことになっている状態であれば、住民税非課税世帯へと分類されるわけです。このような資産を無視して収入だけに焦点を当てると、本当に困っている人だからという理由で、住民税非課税世帯への給付が果たして良いのかということが議論されるべきポイントなのです。さらに、もう一つ指摘されているのが、住民税非課税世帯の年齢構成です。住民税非課税世帯の年齢構成は、80歳以上が 28.7%、70代が 36.6%、60代が 15.8% と、過半数が65歳以上の人たちとなっています。しかし、ここで忘れてはならないのは、年金収入があるという点です。現役世代の人たちは基本的には働いていればその働いている収入を元にして計算し、非課税か非課税ではないかといったことが分類されます。一方で年金収入については、年金についてはある一定枠については非課税として考えていますから、年金収入があったとしても、そして資産があったとしても、それらについては無視するわけですから、多くの高齢者が給付対象となります。さあ、お金を配るぞという政策で、この構造を考え直した場合においては、お金を払っている人たち、つまり現役世代による納税を政府が吸い上げて、資産がある人も資産がある上に年金収入をもらっている人たちに対しても配るということで、高齢者に対するばらまき政策ではないかと批判されるわけです。だからこそ、こうしたばらまき政策をするよりは、しっかりと働いて納税しようとしている人たちに対しての減税策となる103万円の壁を動かす方がよほど合理的ではないかという話になるわけです。そして、働いている人たちに対する非常に怒りをもたらしているニュースは続きます。基礎年金給付水準3割底上げ、厚生年金の財源活用というニュースが出ています。厚生労働省は国民年金の給付水準を底上げする方針だ。会社員が入る厚生年金保険料の一部を国民年金の給付に充てるのが柱。中長期的に必要な資金には安定財源を充てる方針も打ち出す。将来の国民年金の水準は現行制度より3割高まる見通しとなる。このニュースは働いている人が納めている厚生年金のお金をその枠組みの外である国民年金で使おうという話です。しかも厚生年金の場合だと働いている人たちにとっては天引きされるお金なわけですが、このお金は同時に企業も半分が負担しているもので、本来であれば保険料を支払っているその人たちに還元されるべきものです。ところがそうではない人たちの給付水準を上げるために流用されるわけですから、これはたまったものではありません。しかも、ここにはさらに一文問題点があって、中長期的に必要な資金には安定財源を充てる方針というのは、これは新たなお金を吸い上げる仕組みを用意しますよと言っているわけですから、これは通常増税を意味します。国民年金と厚生年金の違いには、まず保険料未納の問題あるなしという巨大な差があります。厚生年金については、それこそ会社で給料から天引きされる仕組みのため、基本的にはほとんど未納といったものは起こり得ないものです。しかし、国民年金は自分で納めることを前提としていますから、未納問題といったものが昔からずっと続いています。しかし、国民年金はそもそも主には自営業者といった企業に雇われる人とは違って定年退職のない70歳になっても75歳になっても現役で働ける人であれば商売を続けるでしょうといった具合にしてある程度収入があるということを前提としていますから、これまで大きな掛け金をかけることもなく同時に大きな掛け金ではないから給付金もそれほどではないといったバランスになっていたわけです。このように給付水準を大幅に上げることによって国民年金の魅力を増やそうというのは、その実現方法として厚生年金からのお金を利用するというのは明らかに間違った手法だと思います。そして国民の手取りが増えないといった状況が続いている中で、政府は現状の納める税金については現状維持かもしくは増やそうとする構造の中で最低賃金だけは上げようとしています。しかし、
状況としては、物価高の影響は確実に生活に悪影響を与えています。そのことがわかるのが、食事に関わる費用が生活費の中でどれくらいを示すかを表しているエンゲル係数の上昇です。家計の消費支出に占める食費の割合を示すエンゲル係数は高い水準まで上昇していて、このところは食料品の値上がりが家計を圧迫していることが伺えます。影響は様々な場所に、子ども食堂では利用者の予約回数を制限せざるを得ないケースも出ているということです。こちらのグラフが総務省の家計調査を元にした3人家族を元にしたエンゲル係数のグラフです。2005年3月には 19.7% だったものが2024年8月時点では 30.4% まで上昇しています。一般的に日常生活で様々なものを買ったりサービスを受けたりしていると、食品以外の割合への支出が多くなって、このエンゲル係数は低い傾向になります。しかし、様々なものにお金を使う余裕がなくなってくると、生きている以上は飲食物に対する支出割合はどんどんと高まっていくこととなります。このエンゲル係数の上昇傾向というのは、人々の生活に余裕が少しずつなくなっていることを意味していると私は思っています。基本的な構造として、重税感が漂う背景としては、かつては存在しなかった消費税が今では当たり前のものとなり、消費税以上の上昇を見せている社会保険料の高止まりといったものも大きなダメージとなっています。ですから、構造的に人々の手取り収入が厳しい状態が続いているのであれば、この状態を緩和するというのが私は必要だと思います。そして全体の構造として経済成長を目指さなければ、この自利品の状態はまだまだ10年、20年、30年と続いてしまう、そのような危険性を含んでいます。政府は何も手を打っていないというわけではありません。しかし、その打っている手が、いやいや、そこにじゃないでしょといった具合にして、ちょっとピントがずれていたり、もっと果敢にお金をつけるべきところにお金がついていなかったり、もしくは無駄なところにお金がついていたり、そして支出面についての見直しができていないんじゃないかといったところから、本来であればもっとやるべきことはたくさんあるというふうに思います。例えば、今では埋蔵金と呼ばれるような大きなお金はどこにもないという話があります。しかし本当にそうでしょうか。インターネット上には様々なデマ、誤情報といったものもたくさんあります。例えば、男女共同参画事業には9兆円もの予算が付けられているといった話があります。これは実態としてはそのような予算は存在しません。各省庁が持っている男女共同参画に見合った性質の政策でどのような予算が付けられているか、その総合してみると9兆円あるというだけで、男女共同参画といった単体での予算があるわけではありません。ほとんどの場合だと1兆円とか何千億円ついている予算には実際に必要だなと思えるような政策が並んでいます。もちろん無駄な啓蒙事業のために高い講師料を払っているところなどもたくさんあるわけで、見直しのポイントはあるでしょう。ただ9兆円丸々あるわけではありません。そういった意味ではまともに大きく運用方法を見直してなんとか財源化できるのは外貨準備に溜まっているお金ぐらいでしょう。現在のところはアメリカ国債を非常に多く持っている関係で機動的にお金を動かすことができません。ですのでこれを運用の基本方針として外貨準備高としての運用をある程度削減するといったことも考えるべきでしょう。現在は150兆円以上あるような状態ですから、これを100兆円以下へと落とせば50兆円程度を財源化するといったことも私は可能だと思います。もちろんそれはいきなりやろうと思えば国債を売るという話になって、これは日米の政治案件になっておそらくはものすごい反発を生むことでしょう。ですからじっくりと国債が満期になって現金化されるのを待ちつつ、じわじわと日本へとお金を戻すか、もしくは海外でそのお金を運用することによる収益化といったことも考えるポイントはあるかもしれません。例えば年金の運用である GPIF は長期運用することによって確実に運用資産を増やしています。お金はただ集めて使うだけといった考え方から集めたお金を増やした上でその運用益からその一部を臨時収入として国内政策に回すといった考え方は新たな概念の
導入としては私はあり得るべきものだと思っています。ここ最近、石破総理関連の話題としてはどうしても身だしなみがだらしないであるとか、食事のマナーが悪すぎるであるとか、ご飯を食べる姿が非常に気持ち悪いであるとか、非常に容姿やその動作それ自体に対する批判の声がもうものすごく出ているのですが、本来であればこのような政策面での問題、日本国民をこのままでは苦しめるばかりですよといったところこそ大きな批判が浴びせられるべきポイントだと私は思います。皆さんはこのお話、今回どのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。